どうもこんにちは、川口健です。今日は靴磨き道具の紹介したいと思います。大阪の靴磨き店ザ・ウェイシングス号 TWTG シューシャインというお店でオリジナルで出しているクリームとブラシ紹介したいと思います。 TWTG のブラシは僕使ったことないんですが、こっちのクリームは結構気に入って使わせてもらっていたものなので、今回どんなクリームとブラシなのか実際に靴を磨いてみたいと思います。去年の7月ぐらいに受注会をやらせてもらったんですが、だいぶ前の話なんですけど、その時に「石沼さんこれあげますよ」って言ってクリームとブラシをいただいたので使ってみます。クリームはこんな感じで、パッケージ石井さんのイラスト書いてありますね。でガラスの瓶に入ってます。でオリジナルのクリームは色がこの4色ですね。ナチュラル、バーガンディ、ブラウン、ブラックですね。ナチュラルはこう白っぽい色をしてるんですけど、色がついてないからですね。何にでも使えます。バーガンディはこんな色ですね。ブラウンはブラック、こんな感じですね。特徴は石見さんがおっしゃってたのは、これ乳化性クリームですね。乳化性クリームというのはロウと油分と水分がこう混ざってるクリームなんですけど、水分含有量を高くして柔らかくて塗りやすいなんですけど、なんかこう最後にロウが表面に浮き出るような感じに作っているとのことで、油性のクリームとかだと光沢感あってすごく輝くんですけど、乳化性のクリームでもしっかりそういった輝きを出すっていうこだわりがあるそうです。そしてこちらがブラシ3種類ですね。ピックとゴートとホースです。それぞれパッケージに豚とヤギと馬の絵が描いてありますね。こんな感じで、このブラシの特徴はこの塗装、ツヤのある塗装と、あとこのホースのイラストがブラシにも書いてあるんですよね。金色です。ブラシは金工ブラシというね、かなり歴史のあるブラシメーカーが作ってるそうです。非常に触り心地がいいですね。このブラシって結構これもね金額するんですよ。1万円ぐらいするんですけど、もっと、ね、世の中には安いブラシももちろん売ってます。何が違うのかっていうと、ディティールの作りの良さっていうのももちろんそうなんですけど、毛の密度、それと均一さ、あとは抜けづらさとか毛が切れないとかね、そういったところにあります。だからつまりはブラッシングしやすく、そして長持ちするっていうところですよね。これが馬毛です。これが豚毛ですね。馬毛の方が毛足が長いです。そしてこっちがヤギ毛。ブラシは豚、馬、ヤギの順に柔らかくなります。使う順番も比較的この硬い順番ですかね。馬毛に関してはもちろんこのブラッシング、ツヤを出すっていうのもそうなんですけど、ホコリを落とす作業にもよく使いますね。それもあっておそらく毛先が長いんだと思いますね。そして実際使ってみます。この靴磨きます。僕が自分用に作ったイルチアンのスカーフの靴です。この前駐車場で車を止めた後に車から出たらですね、ちょっと縁石というか車止めにめっちゃ擦っちゃいまして、ここ分かりますかね。結構ガリッとね表面気づいたんですよね。でかなり白くなったんですけど、今軽くクリーム塗って色だけつけといたんですけど、でもめっちゃ分かります。
あまり革靴の傷はねあまり気にしすぎないようにはしてるんですけど、やっぱり結構がっつりいったんでちょっとショックでしたね。これを消せるとかっていう今回は趣旨ではないですが、何度か履いて磨いてないので乳化性のクリームだけ使って磨きます。どうしようかな。色的にはこのバーガンディとブラウンの中間ぐらいな感じなんですけど、ちょっとこの赤みを少し抑えていきたいっていうのがあるのでブラウン使っていきますね。指で塗ります。柔らか。このクリームは僕は使ったことあるんですけど、改めてすごい柔らかいですね。でちょっと今クリーム取ってるじゃないですけど、その前に軽くねほこりを上着で払います。ほこり落とさないと結構クリームごとね靴にほこりを塗りつけることになるので、軽くさっとね払います。そしてクリーム塗っていきます。感触としてはもう当然油性クリームより全然柔らかくて、通常の乳化性よりも柔らかいですね。デリケートクリームに結構近いですね。ただデリケートクリームはあれ輝かせるクリームじゃない保湿用なんで、もちろんね塗ればそれなりに輝きはするんですけど、これちゃんと乳化性でロー分が入ってますので塗りやすく輝くっていうのが特徴ということですね。あとコード板にも使えるんですよね。コード板専用クリームって一応あるんですけど、通常の乳化性クリームでも普通に大丈夫なんですけど、このクリームはコード板の光沢もかなりギラッと出ます。今回磨いているのはカーフです。こうして傷がついちゃっても、靴っていうのはある程度傷ついちゃうのはしょうがないんで、あまりね落ち込みすぎずに、そして隠そうとしすぎずに、あの時ついた傷だなってその時のことあんまりね忘れないじゃないですか。良くない思い出かもしれないんですけど、ただそこにねその場所に靴を履いていったっていう思い出として一つね靴に刻まれたということで許してやってください。そしてですね、TWTG のこのブラシとクリームなんですけど、 TWTG のオンラインショップで買えるんですね。ただ結構ねタイミングによっては品切れになってたりするので、その時は入荷するまで待ってください。これでクリーム塗ったので、豚毛ですね。コシのある豚毛のブラシでブラッシングします。このブラシはやっぱ育てていくっていうところがあるんで、今ねまっさらの状態新品なので多分ねそんなにね、ポテンシャルは今ないですね。育てていくっていうのはブラッシングしていくにつれてどんどんこっちにクリームのロー分とか、油分が移っていくんですよね。でそうなると特に靴に何もつけなくてもブラッシングするだけでここについてるのが靴に乗り移ってそれだけで輝いたりするんですけど、今逆に何もないのでそういった効果はないですね。豚毛ブラシは市販のもっと安いやつもうちょっと毛足が短いんですよね。毛足あまりにも短いと靴って曲面じゃないですか。なので下まで行っちゃうとか、その場所によっては、あとは柄が靴に当たりやすかったりします。なのでそこそこ毛足の長さは必要だと思いますね。ただあまり長くなると今度腰がなくなっちゃうんで、靴磨きさんが考えてるあれなんで適正な長さだと思います。はい、これでブラッシングしました。
少し今の時点でも色がつきましたね。これが蓄積されていくとブラシがどんどん育っていきます。で、ですね、結構サラッとするのも特徴だそうで、こうブラッシングかけた後にかなりサラッとしてますね。ベタベタしないですね。そして、ヤギ毛ですね。ヤギ毛はどういう時に使うかっていうと、仕上げですね。靴の仕上げ。豚毛の効果としては、その余分なクリームをこそぎ落とす、そして、クリームをこう皮に押し込んでいくっていうようなイメージなんですけど、ヤギ毛はすごく柔らかいので、化粧ブラシってあるじゃないですか。お化粧用のブラシはもう本当にああいう感じの柔らかさです。これを使って表面をこう撫でるんですね。そうすると、特にワックスなんかやってる場合は、豚毛とかでやるとワックス取れちゃいますので、最後にヤギ毛で優しくやることによって滑らかに最後仕上げのツヤが出ます。今は乳化性クリームだけなんでそれほど大きくは変わらないんですが、ワックスこのブラシも育ってないですし、それでも豚毛の毛先の跡をね消してくれます。僕は普段の靴磨きで本当に軽くクリーム塗る時とか、あとブラッシングするだけの時はこれじゃないですけど、ずっと使っている馬毛のブラシがあって、それだけでやったりすることが多いですね。ほこり落としもできるし、実際これ靴クリームの磨きもできます。馬毛、理想で言えばこの豚毛のブラシを色ごと、例えば茶色、キャメル、無色、黒、バーガンディーぐらいですかねの色分けで持っておいて、ヤギ毛は仕上げでそんなにこれクリームつかないので、色がつかないので、1個か2個ぐらいでもいいと思いますけどね。でも結構金額もするんで、ある程度併用しながら徐々に揃えていくのがいいと思います。このブラシのこの光沢感いいですね。ただですね、この、今金色でこれ白押しされてるんですよね。なのでこの白の部分に、金色の部分に木目が見えてるんですよ。白押しなので。ただこの白押しはなんか難しいらしく、ちょっと今後この白押しが継続的に販売できるかっていうのはまだ未確定だそうです。ということで靴磨きできました。本当にかかった時間は5分やそこらですね。これぐらいで綺麗になりますので、もしね靴磨き道具、クリームとブラシ何買えばいいのか分かんないなって思ってらっしゃる方は TWTG のクリームとブラシおすすめです。こちらのねTWTG のオンラインショップ概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。動画の撮影時点ではブラシとクリームの何色か売り切れになってたんですが、そのうち再入荷するはずです。おすすめこのナチュラル1個持っておくのは特におすすめです。何でも使えますんで。ということで TWTG の靴磨きグッズの紹介でした。それではまた。